こんにちは。今日は日本語が上手になったと感じるとき、ということについてお話ししようと思います。今回の話は、日本語だけじゃなくて、他の外国語、についても同じことが言えると思うんですけど、外国語、例えば日本語を勉強してたら、自分日本語上手になってるのかなとか、不安になることありませんか？その初心者の人だったら、結構成長が分かりやすいと思うんですよ。今週はこの新しい文を作れるようになったとか、次の週も、また新しい文作れるようになったって、いう感じで成長が分かりやすいと思うんですけど、中級者とか上級者になると、その成長してる感覚が少なくなると思うんですよね。その今週勉強したことも、先週勉強したことも、もちろん成長はしてますけど、わかりやすい成長というより、普段あんまり使わない文法について勉強しなきゃいけなかったり、日常会話であんまり使わないような単語を、覚えたりすることが多くなるので、中級者とか上級者になると、その成長してる感覚がね、少なくなると思うんですよ。でも、その、成長してる感覚はなくなるし、あんまり違いを感じにくくなっちゃうんですけど、でも、ふとした瞬間に、自分、日本語上手くなってるなって気づくことがあると思うんですよ。日本語だけじゃなくて他の言語もですけど。で、今日はそんな、その自分の言語が、ちょっと上手になったかもって感じるような瞬間をいくつか、紹介しようと思います。これを見てる皆さんも、僕が今から話すポイント、当てはまることがあったら、教えてほしいんですけど、まず一つ目は、長い文をスラスラと作れた時ですね。日本語で他の人から何か言われて、それについてちょっと、短い返事するだけじゃなくて、自分の考えをちゃんと作って、それを長い文にまとめて、で、自分の意見を話すことができるとか、説明することができる時って結構成長を感じやすいんじゃないかなと思います。その、初心者ぐらいの時で、何か自分の意見を伝える時って、〇〇何々と思いますっていうだけだと思うんですけど、それがもっと上達すると、〇〇という理由があって、他の人は、〇〇と思うかもしれないけど、私は個人的に、〇〇と思います。みたいな、結構こういう長い文が作れるようになって、その瞬間に初めて成長を感じることができると思うんですよ。でも、こういうこと、その長い文をスラスラ作ることって、自分で頑張って長い文を作ろうと思ってやろうとしてできることじゃなくて、その突然この瞬間が来るんですよ。自然にっていうか、自分が普通に話してる時に、今自分長い文作れたって後から気づいて、で成長したなって感じることができるので、その瞬間になんか自分すごいなみたいな感じに思う人もいると思いますね。で、その長い文を作ってる時に、とかとか、そういうフィラーみたいなものが出てこなかったら、最高ですよね。で、次は二つ目なんですけど、何も考えずに、昔覚えた言葉が、自然と口から出てきた時ですね。僕はこの瞬間が一番自分が言語が上手になったなって感じる時なんですけど、何か普通に自分が勉強してる外国語で、何か文作るとか友達と話してる時に、普段は全然考えないけど、昔めっちゃ前に覚えた単語が突然口から出てきて、なんでこの言葉知ってるんだろうみたいな瞬間あると思うんですよ。例えば、自然災害とかね、補助金とか、記念写真とか、その普段全然使わない言葉が、突然出てくる時がありますよね。で、そういう時って、自分がそういう言葉を、知っていたことも忘れてるんですけど、その言葉が必要になった時には、ちゃんと口から出てくるっていうことですから、これがね、結構成長を感じやすくて、僕は個人的にこれが一番、なんか自分成長したなって感じる時のポイントなんですけど、僕、日本人で、母語も日本語ですけど、そう日本語でも僕このことが時々起こるんですよ。さすがに記念写真とか、自然災害ぐらいだとあんまりそういう
感覚にはならないんですけど、まあ、おべんちゃらとか、普段全然全く使わないし、そんな言葉について考えないんですけど、必要な時になると、そのおべんちゃらっていう言葉が突然口から出てきたりすることがあるんですよね。で、そういう時に、なんでこの言葉出てきたのかな、みたいに思って、まあ日本語ですから成長を感じるっていうことはないですけど、まあ自分こんな言葉も知ってたなっていうことを改めて気づくっていう感じですね。で、最後は、これはかなり、上級者になってから気づくことなのかもしれないんですけど、そう、日本人に、日本語うまいですねとか、日本語上手ですねって、言われなくなった時ですね、最初、日本語始めた時って、もう100%これ言われると思うんですよ。まあよく言われるのが、なんか旅行してたり、まあ日本に住んでる人もですけど、こんにちはって日本人に言っただけで、うわ、めっちゃ日本語上手ですね、みたいなこと言われたりする人が多いんですよ。で、これ初心者だけじゃなくて、中級者になっても、まだ言われますね。中級者になって、まあ、発音に、まあ、アクセントがあるんですけど、まあ、アクセントがある日本語で日本人に話しても、発音完璧ですね、みたいに言われるんですよ。で、これ別に本当に多分皮肉的な意味は全くなくて、純粋に日本語を話してることにびっくりして、で、まあ、いい意図で出てくる褒め言葉だと思うんですよ。発音完璧とかね。日本語上手とか。で、これ中級者だけじゃなくて、まあ、上級者になってもまだ言われるんですよ。例えば、難しい言葉を知ってて、で、日本語勉強してる人が、日本人と話してる時に難しい言葉使ったら、うわ、なんか、日本人より日本語上手だよ、みたいなこと言われたりする人もいると思いますね。日本人でもそんな言葉知らないよ、みたいに言う日本人もいると思うんですけど、まあ、実は日本人だったらその言葉知ってるっていうシチュエーションも結構多いんですけど、まあなんか外国の人が日本語を、話してるのに感動して、まあそういうことを、まあ建前みたいなことを言っちゃう人も、まあ結構多いんじゃないんですかね。もう僕はあんまり言わないんですけど、でもその上級者のレベルを超えて、本当に上手に、本当に上手になったら、逆に言われなくなるんですよね。日本語上手ですねって言われなくなって、外国人が話す日本語じゃなくて、普通に日本語を話している人だと思われるので、まあ、いいか悪いかは別にして、日本語上手ですねとか、言われなくなることが多くなると思います。これも最初のポイントみたいな感じで、すぐに日本語上達したって気づくわけじゃなくて、なんか日本語をずっと勉強してたら、改めて考えてみると、最近日本語上手ですねって言われなくなったなって思って、で、その時に初めて、日本語が上手になったって感じる感じだと思いますね。今日はそういう日本語とか外国語が、上手になったと感じる瞬間、まあ、3つぐらい話したんですけど、まあ、今日話したことのうち、なんか当てはまるものありましたかね。もちろん全部当てはまる必要はないですし、まあ、全部当てはまる人なんて本当に珍しいと思うので、まあ、今僕が話したポイントの中で、一つでも当てはまっているポイントがあったら、かなりレベルが上がって成長している証拠だと思います。もし日本語が上手になったと感じるポイント、他にもあったらコメントで、教えてください。まあそんな感じで今日は、日本語が上手になったと感じる瞬間についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。